皆さんこんにちは、もものももです。最近ですね、YouTube に戻ってきて、ふと気づいたことがあって、海外在住で国際結婚されてた方たち、結構日本に帰ってるなって思ったんですよね。コメントとか DM でも、なんで日本じゃなくてベルギーなんですかっていう質問をいただくこともあって、なので今日はなぜ私たちは日本ではなくベルギーに住んでいるのか、これをちょっと本音でお話ししていこうと思います。どっちがいいとか悪いっていう話ではなくて、自分たちに合っているかどうかという視点でお話ししますね。それでは、ももあんの始まり。今回は夕食の準備をしながら紹介していきたいと思います。ちなみに、この日のメニューはマグレカナール、鴨の胸肉のグリルです。材料はとてもシンプルで、付け合わせにじゃがいも、パプリカ、インゲン、メインの鴨の胸肉。ベルギーではあんまりないんですけど、フランスではレストランでよく目にする料理です。私は鴨料理自体すごく好きなんですけど、このマグレカナールも好きな料理の一つです。フランスに来るとよく食べています。では、前置きが長くなりましたが、早速本題に入りましょう。まずですね、そもそも私は再婚に対してあまり積極的ではありませんでした。正直なところ、もう一度結婚する人生はないかなって思ったぐらいで、そんな私がフリアンと出会って結婚を決めて、さらにベルギーに移住するっていうのは自分でもちょっとびっくりな流れでした。でも実は最初からベルギーに住もうって決めていたわけではないんです。きっかけになったのは息子の大学卒業でした。やっぱり親として子育てが一段落したというか、私ももう自由にのんびりしてもいいかもしれないって思えたタイミングだったんですよね。それまではどうしても子供優先で生きてきたので、日本を離れても大丈夫かなっていう気持ちになれたのが大きかったです。もちろん最初は不安もありました。言葉も文化も違うし、友達もいないし、生活もどうなるのかわからない。でもその時に思ったのが、無理だったら帰ればいいかっていうすごくシンプルな考えでした。これって結構大事だと思っていて、最初から絶対成功させなきゃとか、戻れないって思うとすごく重くなるけど、ダメだったら戻ればいいって思うとすごく気が楽なんですよね。そんな感じでスタートして、気づけばもう7年目になります。じゃあ、なんで今も日本じゃなくてベルギーにいるのか。これにはいくつかの理由があるんですが、まず一つ目は生活のバランスです。ベルギーって仕事とプライベートの線引きがすごくはっきりしてるんですよね。ちゃんと休むのが当たり前で、休みの日に仕事をすることがありません。それに対して日本にいた頃の感覚で言うと、休んでいてもどこか仕事が頭から離れないみたいなことがあったなって思います。実際に友達の話なんですけど、旅行中なのにオンラインで会議に参加していたり、メールを返さないといけなかったりして、せっかく旅行に来ているのに完全なオフに慣れてない状態を見て、これ日本では結構あることだなって思ったんですよね。もちろん仕事の責任感が強いっていう意味ではすごく素敵なことだと思うんですけど、ベルギーでは休みの時は本当にしっかり休むので、仕事の連絡が来ることもほとんどありません。だから日本にいた頃ってどちらかというと仕事がベースにあって、その合間にプライベートっていう感覚だったんです。例えば友達と会う予定を立てる時も、この日仕事大丈夫かな、シフトどうなってるのかなって、まず仕事を基準に考えて、空いてるとこに予定を入れるみたいな。あと急に休むことに関してもやっぱりちょっと気使うじゃないですか。体調不良とか子供のことでお休みする時も申し訳ないなっていう気持ちがどうしてもあって、すごく日本らしい良さでもあるとは思うんですけど、その分自分の時間を後回しにしがちだったなって思います。一方でベルギーに来て感じたのは完全に逆なんですよね。まず前提としてプライベートがあって、その中に仕事があるっていう考え方なんです。
なので家族との予定とかバケーションの予定っていうのは最初からすごく大事にされていて、そのために仕事を調整するっていう感覚なんですよね。ジュリアンを見ていてもそうなんですけど、普通にこの時期は休みを取るからって先に決めていて、それに合わせて仕事を組んでいく感じです。日本だとちょっと勇気がいるようなこともこっちではすごく自然です。有給を取ることに関しても理由があまりいらないんです。日本だとなんで休むのとか体調悪いのって聞かれることもあると思うんですけど、こっちはもう休みイコール休みっていう感じで、それが当たり前なので罪悪感みたいなものもほとんどないんですよね。だから特に予定があるわけでもなく、体調が悪いわけでもなく、ちょっと疲れたから有給を取るっていう人もいるんですよ。最初は正直夫にこんなに休んで大丈夫なんて逆に不安になって聞いちゃいました。でもだんだん分かってきたのは、ちゃんと休むからこそ仕事の時に集中できるっていう考え方なんだなって。無理して働き続けるよりもしっかり休んでちゃんとリフレッシュしてまた仕事に向き合う、そのサイクルがすごく自然できているなって感じます。家族との時間だったり自分の趣味だったり、そういうものと同じぐらいの位置に仕事がある感じです。これがいい悪いではなくて、本当に価値観の違いだと思うんですけど、私にとってはこのバランスがすごく心地よかったんです。もちろん日本の働き方の良さもたくさんあると思います。責任感が強かったり、チームで支え合う感じだったり、でも今の自分の生活にはこのしっかり分けるっていう考え方の方が合ってるなと感じています。頑張り続けるっていうよりも、仕事は仕事、プライベートはプライベート、その切り替えがすごくはっきりしているので、ベルギーに来てから時間の使い方が変わって、2人で過ごす時間もちゃんと大切にできるようになりました。次に大きな違いを感じたのは価値観の違いです。ベルギーの人っていい意味で他人に無関心なんですよね。だから人との距離感が日本とは違うなって最初はちょっと冷たく感じました。こんなにあっさりしてるんやって思うことも多くて、最初はびっくりしたけど慣れてくるとすごく楽です。相手に無理に合わせなくていいし、気を使いすぎなくてちょうどいい距離感って思うようになりました。日本にいた頃って人間関係を気にしすぎていたっていうか、どう思われてるかなとか、こうした方がいいかなとか無意識に気を使うことが多くて、それってすごく大切なことでもあるし、日本の良さでもあると思うんですけど、ずっと気を張ってる感じでもあったなって思います。でもベルギーに来てからはそれがなくなりました。もちろんその分日本みたいな細やかな気遣いは少ないと感じることもあります。でも私にとってはこの距離感の方がちょうどよくって心地いいです。それから価値観の違いで言うと、特に感じるのが外見に対する考え方の違い。日本にいた時はやっぱり年齢とか体型とか他人からどう見られているかを結構気にしていました。服装とかもこれぐらいが無難かなとか、年相応かなとか、無意識に制限をかけてた気がします。でもベルギーではそういう空気がほとんどないんですよね。みんな本当に自由で、年齢関係なく好きな格好をしているし、体型も気にせず自分らしく過ごしている、そんな感じです。これを強く感じたのがスペインのマヨルカ島にいた時でした。ふくよかな方でもビキニを着ていたり、おばあちゃんぐらいの方がミニスカートを履いていたり、最初は正直びっくりしました。でも見ているうちにすごく素敵だなって思うようになったんです。自分に自信を持ってるというか、私はこれでいいっていう感覚が自然なんですよね。こういう生き方もいいなって、そこから少しずつ周りの目を気にしなくていいんだって思えるようになりました。こう見られなきゃいけないっていうプレッシャーが減って、私自身すごく楽になりました。もちろん日本のきちんとしてる感じも素敵だと思います。ただ私にはこの自由さの方が合ってるなって感じています。あと3番目、時間の使い方ですね。ベルギーでは家族や友人との時間をすごく大事にします。だからその時間を確保できる環境を整える感じです。日本にいた頃の私は看護師として働いていたので、朝はだいたい8時ぐらいに出勤して、配属されていた部署は比較的残業が少ないところではあったんですけど、それでもやっぱり仕事が終わってはい終わりっていう感じではなくて、帰りにスーパーに寄ってそのまま家に帰って、そこから夕食を作るっ
っていう流れでした。しかもその頃はシングルだったので、誰かがやってくれるっていうことはなくて、全部自分でやらないといけないんですよね。今思い返すと、毎日ずっと何かに追われてたなって思います。しかも夜勤もあったので、月に5、6回は入ってたかな。夜勤ってやっぱり体力的にもきついんですよね。夜勤明けの日はもうほぼ何もできなくて、寝て終わることがほとんどでした。しかもその明けの翌日の休みにはアルバイトを入れていた時期もありました。今考えると、なんでそんなに働いていたんだろうって思うんですけど、当時はそれが当たり前というか、とにかく働いて寝てまた働いてっていう、そんな生活でした。もちろんそれが悪いとは思ってないし、その時期があったからこそ今の自分があるとも思うんですけど、正直なところ余裕がある生活だったかって言われると、そうではなかったかなって思ってます。でも今は逆で、大切な時間を先に確保するっていう感じです。そのおかげで心にも時間にも余裕ができて、自分の趣味も時間も楽しめるようになりました。そしてもう一つ最後に、日常のストレスも違います。正直に言うと、どっちもストレスはあります。ただその種類が全然違うなって思っています。日本にいた頃は時間に追われるストレスや人間関係のストレスがありました。仕事のスケジュールに合わせて動いて、遅れないようにして、ミスしないようにしてっていう、常にちょっと緊張している感じ。もちろんそれって責任感とか丁寧さにもつながると思うんですけど、ずっと気を張っている状態だったなって。一方でベルギーに来てからは、人に対するストレスはかなり減りました。さっきお話ししたように、いい意味でみんな他人にあんまり干渉しないので、どう思われるかを気にすることが減ったんです。その代わりに増えたのがシステム的なストレス。日本って本当に便利ですよね。コンビニは24時間、スーパーも遅くまで開いてる、宅配も時間指定ができる、そしてほぼ確実に届く。本当にすごいと思います。ベルギーはその逆で、正直に言うとめちゃくちゃ不便です。最初の頃は本当にびっくりしたんですけど、スーパーはだいたい夜8時には全て閉まります。なので、例えば牛乳買うの忘れたとか、明日の朝のパンがないってなっても、もうその日はどうにもなりません。日本みたいにコンビニもないので、ちょっと行ってこようができないんですよ。これ地味なんですけど、最初は結構ストレスでした。あと日曜日ですね。これもびっくりしたんですけど、観光地じゃない限りスーパーもレストランもほとんど閉まります。なので、日曜どっか行こうかってなると、選択肢が一気に減るんです。日本だと日曜日ってむしろ一番どこでも空いてるイメージじゃないですか。だからショッピングに行ったり、レストランに行ったり、友達とカフェでお茶したり、これらがね、ベルギーではできないんですよ。だからこの違いにはかなりびっくりしましたね。あと個人的に一番びっくりしたのが荷物の配送。日本って本当に素晴らしいなって思うんですけど、時間指定はできるし、不在だったらちゃんと不在票が入ってて、再配達もスムーズですよね。でもベルギーはまず時間指定ができません。いつ来るかわからないので、その日はなんとなく家にいないといけない感じで、しかも不在票も入らないんですよ。なので、今荷物がどこにあるんだろうっていうのを自分でメールで確認しないといけないんです。一番衝撃だったのは、1回メールで確認したら配達完了ってなってたんですね。でも実際はどこにも荷物がないんですよ。本当に探しても探してもなくて、どこに届いたんやろうってなって、で結局メールをしたけど、どこに配達されたのかが最後まで不明で、返金手続きをしたこともあります。一体私たちの荷物はどこへって感じですよね。日本だったらちょっと考えられないですよね。なので最初は本当になんて不便な国なんだって思ってました。あと電車もですね、これも日本と全然違って、遅れるのが普通。時間通りに来ることの方が珍しいぐらいかもしれないです。予定通りに動けないことも結構あるので、私たちはあんまり電車は使わなくって車で移動することが多いです。こんな感じで日常の中でって思うことは本当に多いです。でも不思議なもので、だんだん慣れてくると、こんなもんかって思えるようになるんですよね。なので人間関係のストレスよりもこういう予測できない不便さがストレスになる感じです。
ただ私にとっては人間関係のストレスよりもこういう予測できない不便さのストレスの方が楽に感じました。それにベルギーでは完璧じゃなくてもいいっていう空気があるので、自分自身にもあまりプレッシャーをかけなくなりました。日本にいた頃はちゃんとしなきゃとか迷惑かけちゃいけないなっていう気持ちが強かったんですけど、今はまあ大丈夫でしょうとか、まあなんとかなるよねって思えるようになりました。これは自分の中ではすごく大きな変化です。もちろんベルギー生活はいいことばかりではありません。物価は高いし、さっき話した不便なことも多いし、納得いかないことも普通にあります。だからどっちがいいかではなくて、どっちが自分に合うか、これが一番大事なんだと思います。私たちが今もベルギーに住んでいるのは、今の自分たちの生活にはこっちの方が合っていると感じているからです。この選択が正解かどうかはきっと人それぞれだと思います。ライフステージや価値観によっても変わると思います。もしよかったら皆さんが選べるとしたら、日本とベルギーどっちに住みたいか、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。